で回しながら。これいけます。謎の洗面器がある。洗濯天然イカビにあるんです。南島原。俺らのジョイフルがガラガラやん。いいよ。これちょっと気になってたな。こっちにしよう。チョコレートソース。炭酸水。今日の夕食に備えていやいやいや。ウォーミングアップしていて、ボラの刺身は初めて。初めて。俺もあんまり食ったことない。ああ、なんか。めっちゃ広い。うまいよ。うん。甘い。キャラ濃い人たち。キャラ濃い。うん。食べ放題じゃないですか。持って帰る。なんか楽しいねこれ。今日最大のイチゴ見つけた。うん。めっちゃ食べてる。こうなんか海の近くだからかけ水自然に塩分が混ざっててね、あ塩いちごじゃなくて塩トマトとかなんとかってこうテレビで言ってるようなあれじゃない。あ。はそう結局ストレスがで甘み糖度が乗るらしいのよ。い。うんうん。へえ。取りまくった。たらふく食べられる。無限いちごおやつ。真空パックするやつとかちょっと試してみる。ああ。そうですね。そうですね。いいですね。買った朝収穫して夜はパック詰めでまた食べるわけですね。エブリバディ。エブリバディ。親じゃなんて言うのかな。シュクちゃんっていう。自分で作ってね。これ全農のやつに言うてから、だいたいこれが県のこれが夢の花でこれが恋実りっていうね。ああ。でまあ今日食べたやつこれ。そう。これ車に貼ってそう走るんですか。そうここに。ああ、マグネット式なんですね。いいですね。でこれを娘が作って。ああ、可愛い。絶景。これ苗床ね。あ苗を作って苗ってああいうふうにランナーっていうかこう伸びていってるやろ。あああれの伸びたところにまたポットが入れたらそこにつくとさね。あ。うん。見てみて。カルエリさん貼ってある。どこの？すごい。あ、カルエリカルエリの。カルエリのって一人なんか危ない。ありがとうございます。めっちゃ綺麗。いただきます。その奥に帆船みたいなの見えるところの裏あたりがうちの家。で、あれは天草ですよね。あれは天草。ちっか。間は開けてください。でそれで連続1時間までです。大事だってこれ。それで石碁のね結構コーティングされるような感じで、ああ。なんかすでになんかなってます。確かにコーティングされてる。ちゃんとしたレモンバー自分で絞ってあれしてます。で、あとは煮込んでいきます。はーい。水は入れないんですね。水は入れません。おお。開けないでください。焦げないように。焦げないようにちょっと混ぜながら見て。今からがこれつきっきりになる。そう。今からがつきっきり。
ぼ完成。もう完成。箱みたいな。これこうやるんですか？こういうへえ。これはうん。おお、ピザが鎮座しとる。奥が火力が強いから回しながら。これどうすか見てください。チェック。もうちょっとちょっと分厚いからそれ。もうちょっとは皮をじゃゴリゴリ残しとってさね。ああ、うん。これは田中さんが作ったやつ。本当だ。バター、蜂蜜、粉。あ、それに牛乳を入れるんです。なるほど。マニュアルの軽トラ。軽自動車オンリいや、ここは取れるよ。普通車も。ー。いやここがね、そのー、先だ。1で。うわー、これか。あー、すげえ道。うわ、ねあえ。押すか。ー、これいけます。これいけるんすか、こんな道。ねいけるんや。え。ねえ。俺道間違ったって思ってしまいよっとけどさ、違うけんね。あ、大丈夫ですか。タケノコ。じゃあ乗ってたら押す羽目になってたかな。あ、乗ってたら登ったかな。はいほら、教えとってくれればうちによくあれ連れてきてよかったよ。こうそっとるけん、この辺りは、これ下はありますね。この辺りを、このぐらいの、この辺。そのくらいで、はあは土の下から。これ同じとこつくの難しい。からね。狙いの定め方が。うお。取れた。ああ、残念。上から行って理想はこの辺から来てる。ああ、オッケーオッはケー、全然よかよか。い。これ当たれば意外と入るんですね。よし。よし、いいぞ。取った後は埋めとる。埋めて踏んで。お、いった。これうまくね。斜面に生えてるのを探して下から斜面の下側からやると楽ですよね。そうなのよ。なんか魚を釣った時と似た感情になりますね。タケノコを刈り取った瞬間は。もうね、私ちょっと上達しま上した。達しました。うわ。あ、これもあります。すごい。うわ。大量。締め入れとくけん。わからんと。でもほらなんかそれが掘り出しであったさね、陶器市の時は。そうそう。あとなんかやっぱりまあ見て楽しいの。見て楽しいぐらい。そう買えば後で困るけん。そうそう。見て楽しい。見て楽しむものよ。そうそう。
でどうしても欲しいものあれば最後にね。だいぶ少なくなりました。いや大量です。いやいや。少ないんですか？大量。この間この3倍に全部全部余ってた。 3倍。今日はごめんなさいね。もう一個持ってきます。もうめんどくさかけ半分に切るんです。もうこの辺は落としておかけ。ここをこんな感じで取ってやればこうやって取れるけん。中からこの中だけ。でこの辺とかもあれしてるけんこの辺。あ、折った。息を取って。そうそう。でこっちに放り投げればいい。先に入れる。ぬかを使うんですね。買うと高そうだ。熊本とかもあって思うけど、精米機のあるよね。はいはい。あの精米機の裏に、ああいったぬかの置いてあるとこなんてよね。うわ、虫がおった。それを一緒に入れるんです。一緒に炊きます。湯炊きます。するとなんか取ってくれるんですか。フィルターみたいな。えぐみがなくなるんですよ。でも多分これがえぐみ取りなんですえぐみよね。取りです。ぬかバッグをぬかバッグをドーン入れて、ドーン入れて蓋。ちゃんと水平になってる。おお、いい感じですね。広番をしながらどのぐらい炊くんですか1時間以上。おお、温度もうちょっとプラスますですね。つまようじじゃなくてうちがいつもするやつ。精米をしています。竹のたこ焼きの。あれでちょっと柔らかいなかなか焦げそう。そうだよね。あ、でも意外と焦げない。お先に。結構ね、終えとる。あ、でも渋みがでも渋みやっぱある。後からなんか、後からすごい勢いで渋みが。衝撃ですねこれ。まだ8時40分。 8時40分。俺も昼ぐらいかと思った。あるある、朝早朝釣りして帰ったら朝まだ8時とか7時。そのパターンと一緒。釣りと一緒だな、タケノコ掘りは。釣りと一緒です。鮮度が命。なんかもう火が消えるぐらい吹きこぼれます。また強くなった。そうなるとローラーやったらすぐはいかないけん、ちょっとずつしか。その実と可愛い。これなんかちょっと白かね。ちょっと白かね。まだよね、材料は。する。めっちゃいいよ。出てた。あ、出てきた。すごい。あ、ムーミンのミトンなんですね。可愛いです。はい。おお、刺さる。すごいすごい。うわ、こんな柔らかくなるんですね。あ、プニプニ。いいでしょう。おお、これも火は止まって自然冷却中。カフェに向かい中。これやっぱおしゃれにしとる。わあ、おしゃれ。おお。こんにちは。めっちゃおしゃれ。ちなみに彼がすみませんあちらでなくなった。かわいい。お水を入れますね。ありがとうございます。すごい美味しそう。うわ、野菜もりもりや。野菜の取れかけてもつけてるんでカレーは酒が今日頑張ってきました。湯がいてきたんです。朝から掘りに行って。いただきます。いただきます。
麗。綺麗。美味しい。丹念に煮込まれてます。うん辛いかうん、辛くない。俺らタイで鍛えられたからそうだね。大丈夫だとタイで鍛えられた。しかもこれ、玄米でプチプチで美味しい。あ玄米なのうん。めっちゃ美味しい。キッシュもありますおしゃれ。他のところに戻れなくなっちゃう最後に残そう。全部食べたデザートで食べてめっちゃ美味しい。一個までない。今度ふるさと納税しよるからまだしよらんかもしれない。甘夏と紅茶美味しい。本当だ。的な。あうまいなんかミルクぐらいから絶対これ柑橘系を食べてるみたいな。実はどっち？トイレまで行けちゃって全員田中さんの知り合いで盛り上がりまくってるおお懐かしの俺らのさなんだっけ車中泊スポット車中泊も忘れ。お墓ビューのサップができる波があればサーフィンもできるすごくいい匂い。あ暑い暑すごくいい匂いです。50度ありますねあ、つまんでえいえいえいって入れていく感じですね。なるほどなるほど。おタケノコが回ってるこの子が回ってる。たまたまだけど。回転タケノコ。すぐ食べる用はジップロックではい。ありがとうございます冷凍はできないですか冷凍はできないタケノコああ冷凍はそうなん感ですねじではい今日食ひたべれなかったらひたに。して真空の水にタイプが冷凍したらどうなるだろうって思って。あこれ真空にするまでこれ待つ完成。朝どれ朝茹で真空パックタケノコ我々はプロフェッショナルの領域に到達しました、初日にしてあれだあれだ。ちょっと奥まってたパロス。パロス意外と年季の入った建物うん。ワッツ入ってる。パロスパロス。バルスパルス。バルス。本日の食材を買ってからですね魚3割引き。ブダイそう食べるんだったら全然いいよね。爆安だよここにもボラの刺身があるもしかして結構一般的？でもブダイ食べたことないな食べたいな。ブダイで行きましょう行きません？地元産の椎茸爆安牛乳は島原牛乳だよねこれ地元産の鶏うん。ローカルスーパーここは前回来た原城跡のすぐ近くなんだけど、移住お試し住宅この辺にそうどれだろう変だよね。この駐車場の目の前だこの白いやつかうんうんうん。これだかすごい。マジめっちゃ一戸建てのちゃんとした家。奥まで行くんですね。ここ。積み下ろしが超楽小屋がついてるうん井戸があるんですねいろんなあるけど、まあ、多分繰り返しすればお出れると思うけど。お世話になりますはい。まずはどうぞ。お
あれこれ田中さんの LINE スタンプ。そう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 。レイガ船長。扉がいっぱいある。前は机があ、いいですね。食卓があって。キッチンが広い。 IH です。はい。海子の元来を予測してこのピーナッツを持ってきた。うんそう。さすが。とりあえず食ったら治り。塩をうんちょっと入れて、うん1.5ってのがないけど、朝どれ朝茹でのたけのこ。絶対うまいよね。炊飯器もついてたね。米、白米。快速で全然島原鶏使ってみる。マクサの塩をね。あ、失礼、五島の塩をね。ローズマリー。乾杯。いいね。いいよね、いいよね。たけのこも焼いちゃって。もちろん。大量のたけのこがあるんで、ちょっと実家に送ったりするんで、あとはキャラバンからいろいろ持ってきて冷蔵庫にぶち込んである。キッチンはなんか新しい IH が入ってるね。埋め込まってて、シンクもこんなに広い。使っていい食器も大量にあって、でゴミはこう市のゴミ袋がここに置いてあって、燃えないゴミ燃えるゴミで分別して出すと、10人20人ぐらい余裕で泊まれるそうな気がするけど、とっても大量だしね。2人だと持て余すねこれ完全に。だって2階もあるもん。うん、345 6畳ぐらいのこの和室があって、まあ、ここでも食べれるし、こっちにテーブルと椅子があってここでも食べれる。オーブンレンジとティファールもあったり、ここになんか謎の空間があって、こっからもキッチンに抜けるんですよ。すごいな。玄関から洗面所があって、これ新品。さっき汚れた軍手洗ったからこれドロッとした。で、おトイレがこの先にお花で飾ってあるおトイレ。下に窓が使いやすそうなおトイレがあるの。ウォシュレットとかはついてない。このおトイレの先に風呂場で、風呂場の手前に洗濯機。これ洗剤は使っていいらしいです。お風呂さっき洗いまして、十分すぎる広さのお風呂があって、シャンプーとかも置いてあるの一応持ってきているけど、で廊下をさらに進むとさっきのキッチン、リビング、ダイニングがあると。で廊下を突き当たって右側が和室。ここに布団がある。この敷布団は使っていいんだけど、このシーツを使うとクリーニング代は後で請求されるらしいです。和室がこれ何畳 ?12345 6畳の、ここで6畳の和室で、もう一個隣に6畳の和室で
つけちゃう。でこうぐるっと回ると玄関になるほど。玄関からこう行ってこう和室に入ることもできると。でこっち側は駐車場ビュー。広大なところも、ここに洗濯物干したりできるんだ。これがスイッチ。これで1階は全部かな。こっち側は、原城温泉マサゴ。日帰り入浴もできる温泉宿。ここに掃除用具が入ってて、帰る前にこの掃除機とかクイックルワイパーで掃除をして帰っててくださいと。出るときはなんか担当者の人にまた連絡をする必要があるらしいです。ちょっと2階はご飯食べた後で探検しに行きましょう。おお、美味しそう。こちらどうぞ。イエできた。ーイ。わおわお。いただきまいただきーす。ます。どうそれ。最強の炊き込みご飯。うめえ。これも絶対うめえんだ。こっちの方がうまい。本当。これ超うまい。これやばい。じゃーん。このタケノコうめえ。本当美味しいねこ。れ爆うまいね。えぐみがない。何味？魚醤？塩コショウで。本当シンプルにいこうと思って。ローズマリーで香りもついてる。鶏肉もめっちゃ美味しい。ジューシー。めっちゃジューシーな。南島原の鶏。うまっ。めっちゃ美味しいよね。めっちゃうまいね。何やこれ。233円と5円。これ恐るべしうまさだよ。ぶだい。ちなみにさ、このトマトさ、ハリエリさんからいただいたトマト。これも美味しい。明日はなんとハルさんが空き家を案内してくれる。そう、超楽しみ。あと移住してきた方の家も見せてもらったりとかね。うまい。うまい。ただ特にうまい。これやばい。語彙がもうないです。このシンプルさが多分いいんだよ。元がうまいから。本当にうまい。衝撃のうまさ。タケノコステーキ。タケノコめっちゃ柔らかいんだよ。柔らかい。飯がうますぎてビールが進まないね。で、朝生えとったやつがこれだけね。ローズマリーもさ食えるんだよ。うまくねローズマリー。ちょいちょい食べてる。ほーい。9時半以降はそうなる。私の。そういうことね。そういう仕様。電気はどこ？これでしょ。ここに何があるか。何もない。何もない。大人数の時は2階も活用するといっぱい寝れると。1個開けさせていただきます。どんな感じかまず見たい。お乗りシートって書いてあるのあったと思うんだけど、それでいいと思うんだけどな。おやすみ。奥の部屋で洗濯物乾かしてる。いいね。暖房使わせてもらって。下が太くなっちゃったね。
ちょっと食ったら腹減る。すべて田中さんにお膳立てしてもらった上で、俺が作ったありがとうございます。ありがとうございます。パンも田中さんいただきます。こんなに手作りのパンは初めて。パンからジャムからすべて。文化的には島原で移住はどう？まず実家が近くなるんで、それはめっちゃいい。メリットがある。海北でいろいろ旅をしに行くっていうのはちょっとやりづらくなる。ああ、旅は行きづらいな。まあ九州圏内だったら行きやすいかもしれないけど、そうだね。多分海外行くってなったら福岡空港とか大阪とか東京とかまで出てってそこから行くって感じになるんだろう。俺はね、ここがいいっていう感じだよね。ただ条件はかなり揃ってるよね。そうなんだよ。海近い、海近くの山もある。多分家賃とかも関東に比べたら圧倒的に安い。あとご飯が美味しい。人もいい。ただ九州は俺全然知らないから、なんならここぐらいしか知らないから、もっといいところはもしかしたらあるかもしれないけど、でもそれ言い出したらキリがねえかって。しないね。全てを 100% 知って決めることは絶対にできない。俺からしたら実家が遠くなるっていうのがどうなんだろう、ちょっと不安はある。今まで俺人生で一回も関東以外で住んだことないから。あ、そっか。でも賃貸でさ、こう気軽に全国いろんなとこ住むっていうのはちょっと面白いかもね。それはちょっとやってみたいと思う。持ち家だったら絶対そんなできないじゃん。本腰入れてさ、いろんなとこ住むってなかなかできない。ただ移住を誘致したい自治体側からしたら長期的に住んでもらうことが目標だから、それとは必ずしも合致しないから。まあでもそのいろんな経験を得て定住先を決めるっていうのを最終目標がある前提だから、まあ私たちにとってはそういう目的があってやってること。そもそも定住するのかとか、まだ断固たる決定はしてないんだけど、いろんな選択肢がいろんな選択肢がまだねあってもどんどん変わってるから、考え方もね、考え方がそこを見極めていかないといけないです。そういうことを判断するいい経験になってる。こういうのお水をここに変えるとね、いいことがあるらしいよ。あ、2つのそう、こっちにも神棚があって、これもう変えたやつ。ここぜひ神棚の水を変えてみてくださいって書いてある。いい感じですよね。昔の殿様道路って言われてた。これまたキャラバンでは通りにくそうな道ですね。お家がここが畑になるんだ。畑できる。めちゃめちゃ草抜いてないけど。それみょうがなんですか？これはみょうがです。みょうがは半日陰がいいらしくて、ここちょうど日陰になるんですよ。何ですかこれは？これでも結構ね、亀があるの。抜い使ってた。おじいちゃんから使っていいよって言われてる畑があって開墾しないと開墾高いね。うわ最高じゃないですか。草刈り機とかで。いやでもそれもないです。なんかホームセンターでレンタルとかできます。確か。こっちできる。こっちはわかんないですけど。できなさそう。いいところですね。いや、これはやっぱほら、町か、スタッフさんが田舎がいたりよか悪かは、それは本人の考えでいいんですね。私は大好きだよ。邪魔します。すごいいい匂い。邪魔します。わあ。いけてる。赤身棚が。神棚。ちゃんとあって、一応作木をして。
試し住宅のノートにそう神棚の水変えるといいことあるよって書いてあったからさっき変えました私も2個あって住宅の時書いてた。あ、書いてたんですか。おお、仕事はめっちゃいいやん。作業部屋にして僕もここに住みたいですはかどるね、持て余してる。はかどる。なんかここでワークショップとかできたらいいな。ああ、いいですね。インスタ見ました。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。プラバンでアクセサリー。可愛いよ。なんて言うんですか。ちょっとイケてる。富士山。富士山。なんか埋めようというあ、めっちゃキャンプしますね、もしかして。これを貼ってこの有効ボードを貼ろうとしてます。おなるお。ほど。でこの今ちょっとあそこに置いてあるやつをこう飾りたいなと思って。リフォームなしで。10年前に入った移住者さんが泣いたっていうこの見てないその人はめっちゃ DIY して補修した人。このレベルラジオっ子だからここでいいね。でエアコンも寝室とここに2台です。おお、ここと寝室でやっぱ巡り合わせがいいと、そうこういうこともあるんです。空き家バンクのホームページにここ載ってた写真がもうめちゃめちゃ残地物が置いてある状態だったから多分みんなそれをちょっと気にして見なかったかもしれないけど、私はとりあえず見てみようみたいな賃貸で探してたし、そしたら何にもなかったからめっちゃいいじゃん。へそういう場合もあるよ。ただここは畳がちょっとゴロゴロしてる。なるほど感じであれですけど、ここはまああんまり使わないし。独立洗面台が普通に導入したんですか。これは買いました。憧れの。これなかなかのすごいやつですよ。いや全然お試し住宅みたいな組み取りして。あそこも組み取りなんですね。はいはい。縁側がこうなってて。段差。ここもおくつろぎスペース、ヘリノックス置いて。ここ庭見ながら、お父さんが今 DIY 中。お隣さんはつながってるんですけど、なんか昔なんかその親戚関係だったみたいな、昔とか親戚関係らしくて、そうつながってるんですけど、庭の手入れとかそうお家のメンテナンス程度にたまに来る感じで。うちもこれです。これの青いやつ。本当ですね。私紙パックのやつ。うちは紙パックじゃない。じゃない布で洗えるやつみたいな。急なんでちょっとバックの中で。バスで2階っていうかなんかロフトみたいだね。でもわ秘密基地そうワクワク感が。これいい。じゃあほぼ平屋なんですね。多分。2階なんかドアある。そう。なんか裏側感が。そう。ここもなんか最近見つけて。なんか謎の洗面器があるという。洗面器。これ遺跡じゃない。謎の。なんか遺跡っぽいんですよ。すごい何これすごくないですか。なんか作ってたんかなと思って、作業部屋にしてたのかなんかよくわかんないですけど。なんかここ防いだっぽいですよね。2階からの眺め。そうもうなかなか。いやこっから海見える。海見えますねあそこに。微妙に見える有明海が。本当だ。この家良い。いいね。これでだってしかもなんだっけ3万5,000円って言ってました。4万円を値切って。値切って交渉可能。いや3万5,000円か。雨漏りもしてないし。ここはすぐに見つけたんですか。来て。そのお試し住宅に私、5日間滞在して、で1日6件ぐらい物件見たかなと思って、ここがもうダントツやったよね。よくて猫迷ってたとこがあったんだよね。そうなんだけどすんげえ広くて、今思うと絶対こっちの方が良かった。なんかあとひっそり感が良かったんですよね。なんか離れあんまりご近所付き合いとかちょっとできないかなってすごい不安だったから、でここはいいけどでもギュッてしてるからお隣さんとかピンかけて、でどっちも値段家賃交渉したら、こっちが下がってそっちの方は下がらんかった。そうこの状態だった
ったら絶対に次見た人絶対ここがいいと思うと思って、もう決めたり。名古屋に帰ってすぐあもう仕事辞めますって言って早い。スピード感すごかったよね私。なんかそれで結構決まらない人が結構いて、それがやっぱスピード感があるのかないかだから決まますみたいなちょっと考えますかってみたいなのだと他の人が次見て気に入ったら決めちゃいますもんね。実際その気にしてたこの近所のしがらみみたいのはどうだったんですか？多分思ってたよりライトです。話しやすいおじいちゃんだった。多分興味があるんだと思う。名古屋から一人で来てみたいな、どういう子かなっていう感じですごいいっぱい聞かれるけど、なんか悪意はまあないし。定番の質問がねあれでね、どこから来た、何してこっちで何してるの、なんでここ来た。確かに思いますよね。自分が向こうの立場だったらって思うからね。結婚してるので、大々場紹介してやる。本当そのルーティン。そのルーティン。ね、ニンニクもらえるって。マジ？ニンニク？そうそう、ニンニク少女なんで。僕ニンニク大好きです。あ、マジで？はい。タケノコいっぱい置いといたんで持ってってください。行きました。結構降ってます。早朝にちょっと弱い時に行ってザーッ1時間半ぐらいでバーってやってすごいね。そう私誘われてきてやめだしなみたいな。そうと思ったらマジでやったんだ。マジでやってた。これ一応小ぶりにしたけど、これ入るんだったらこれ持ってきちゃう。ありがとうございます。こっちいいですか？これ冷凍できる。冷凍できるんですか？これね冷凍してあったやつだから、生のやつ買って冷凍して、で皮むきやすくなってるから、もうそのまま冷凍庫に仕込んじゃう。冷凍庫いけるありますあります。ありがとうございます。ないかなと思ってちょっと気持ち弱めに持ってきた。しかもなんか可愛い子入れ物。ありがとうございます。ありがとうございます。これ同じ人。どっから仕入れてくれたんですか？これは自分たちがかけ続けてたらなんか農家さんにもらったんです。知らない人から。ありがとうございます。こんなのゲットしちゃったよ。見て見て。これエプロン。軍手。このキャラなんて言うんですか？車入りそうだ。山一の手延べそうめん随所。なんか黒ごまと普通のって言ってたね。これは黒ごまだ。黒ごま。一人2本行ってみよう。結構みんなさ、タケノコもらい慣れてる感あったよね。もらい慣れてる。うわーやったーとかじゃなくて、タケノコねみたいな感じ。関東とかだとタケノコどうしたんですかみたいな感じになるよね。はいはいタケノコねみたいな感じだった。そう。そう。なんかめっちゃ美味しそうじゃないこれ。うまそう。味見しよう。うまい。ちょっと塩気がある。いただきます。おお、美味しそう。黒ごまそうめん。マイルです。ごちそうさま。早っ。いいっすか。
これ集会所だって。そういうことか。うん憩いの広場。憩いの場だ。ダメです。でもすぐ近くにいると。あ、濡れた。ごめんそこであれ。ウレション。ビシャダメ。あんたウレションするんか。天然イカ耳あるんです。天然イカ耳猫。うちの猫はこんなことしてくれへん。うちチャイにこれやったら噛まれる。激怒です指によ。穴開く。怒ってないね。今ね。もっと立つときはちっちゃい耳がシュイッ。怒ると立つんですか。うん。イカ耳。逆。このワンコ結構幅がありますね。昨日来た焼肉屋。めっちゃうまかった焼肉。うん。なんか奥入っていくときこの店大丈夫かってちょっと思ったんだけど実は市役所の皆さんもお世話になりました。みそごろうさん。あ、みそごろうやん。しました。鳥の糞が誰もいないよ。バカ不思議なんだけど、さっきここ結構乗ってたよね、車。乗ってたっていうかなんか2階建てだった。降りてきた。